Alright. Hey everybody, it's me, Midame, your favorite 50% fanboy, 50% genius indie VTuber, also known as C7X, and welcome back to more Genshin Impact. Today is actually my 5th day of getting Leiben's gift. So, you know, I have the reward now, just saying. If you haven't done it already, go do it. It's a bunch of rewards for free. Or, well, not completely free, but, you know, relatively free. Given that, it's pretty cheap. It's also the last day, so you should go do it now. I don't know if you have, traded with him 5 times, like, for 5 days. I don't know if you can trade more after, but, you know, at least hit that 5-day mark, alright? Anyway, hey, I already did my intro, didn't I? Yep, I did. As always, grab a snack or a drink, ideally water, because that's what's best for you. Check your posture, hope you enjoyed the stream. So today, we're going to be doing day 5 of Durin's story. Albedo had sent us a letter, and he's going to meet us on Dragonspine for some reason. Instead of Sumeru, where we were. So let's go meet him. これが例のドゥリンかい？モンドで復活したのがあのドラゴンだったら、ここに住む人々はどんな災いに見舞われただろうね。ドゥリンはここの大英雄だね。And you just thought you'd be nice all of a sudden. ちょっと羨ましくなっただけだ。誰にでも英雄になれるチャンスがあるわけじゃない。ほとんどアルベドのおかげだけどね。だが今や大英雄の君を覚えている人もこれだけということか。そう思うと羨ましくなくなった。お前なあ。旅人パイモン、そしてカサッチさんもドゥリンのことを覚えているんだね。つまりこの記憶喪失の現象は親しい間柄の友達までは広がっていない。それなら僕の記憶も完全なはずだ。アルベド。やっと来たな、アルベド。聞きたいことが山ほどあるんだ。君も来てたんだね。彼の身に起こったことについて僕はなんとなく見当がついている。君はどうだ？ジン団長からこの前起きたことについて聞いたよ。確かに僕なりの考えはある。まずは情報を共有しよう。彼の体は至って正常だよ。アビスの力を抑制するための体の働きも安定しているし、特に崩壊するような兆しは見られない。つまり錬金術の観点からは問題ないってことか？アビスの力が勝手に暴走しているというより、彼の主体的な意志と肉体のつながりが失われつつあるというべきかもしれない。もしこのまま主体的な意志を失えば、ドゥリンの体は生物的な本能と体内のアビスの力に支配されてしまう。本には魔女の集いについて書かれていた。ドゥリンの件に関しては複数人の魔女が関わったそうだ。僕なりに一つ推測がある。童話世界のドゥリンは雪山のドゥリンにとって変わってこの世界に生まれてきた。これはつまり片方のドゥリンがもう片方のドゥリンの運命を書き換えるということになる。これを実現するには錬金術だけでは足りなかったのかもしれない。バーベロスさんの先生術と僕の先生の錬金術、アリスさんの魔法を同時に使う必要がある。先生術の予言を知って僕とドゥリンは雪山のドゥリンの問題を完全に解決する方法を思いついたんだ。だけどどうやらこれすらも彼女たちの計画のうちだったみたいだね。思惑通り僕は錬金術の部分を遂行した。残るは Magic, right? さっきカサッチさんが運命に関する理論について話していたけど、テイワットの運命に影響を与えられる
魔法がどんなものか僕にはわからない。でもこの本の中にその答えがあるのは確かだ。この本を完成させるようアリスがオイラたちに言ってきたのは、その魔法を完成させるためってことだよな。実際に運命を書き換えられる魔法。時間がない。本を貸してくれ。これからの物語は僕と関係があるはずだ。つまり次の章を開く思い出は僕のところにあるかもしれない。大きな木には折れた枝があり、その断面は塔から飛び出た枝とぴったり合いました。折れた枝に自らをつなぎ合わせて、そこに身を置きなさい。そうすれば塔の外の日差しや雨の恵みを受けられる。しかしまずは強力な粘土を見つけて切り口を覆った方がいいのかもしれません。やっぱりね。If I have time, I'm going to get into the technical problems we encountered last stream and how I dealt with them. 竜の子は風の導きを受け、錬金工房へとやってきました。出迎えてくれたのは粘土のお人形さん。知恵の魔法使いが作った子供でした。お母さんの冷酷なまでの知恵を受け継いだ彼は一見とても穏やかです。お人形さんは悪竜がもたらす災いを解決すると決め、竜の子のことも助けてくれることになりました。Are we going to be in like a giant lab? ここはこの空間に映し出されているのは Kinda. 錬金術を研究する場所のはずだ。でもこの物語の作者は錬金術に対して少々偏見があるみたいだね。アルベド。この姿は一体。言い忘れてたんだけど、この物語に登場するキャラクターの姿はデュリンがオイラたちに対して持ってる印象が反映されてるんだ。なんとか人の形にはなってるね。カサッチさんも見た目が変わったね。 Head guy! つまり僕もカサッチさんもこの物語のキャラクターというわけか。でも旅人とパイモン、ドゥリン本人は変わっていない。君たちはちょっと特殊な存在のようだね。僕も気になったけど、彼ら自身も分かってないみたいだ。今はひとまずストーリーをどう進めるか考えよう。 This is the last chapter anyway, or day, so they won't have to deal with this for much longer. Let's take a look around. Probably should also ask the narrator for hints as well. Oh. Is that a hidden path? 一行は隠し通路を見つけました。緻密に作られた道はどうやら別の素敵な章へとつながっているようです。それなら早く行ってみよう。もう一つの章。でもこの章はまだ書かれていません。物語のない空白には進めません。じゃあこの道は何なんだよ。 Maybe the author had a flash of inspiration and then their mind went blank? すぐに諦めるなんて作家としては良くないんじゃないか。これはみんなちょっとこっちに来て。粘土のお人形さんは悪竜の心臓を見つけました。悪竜はずいぶん前に息を引き取ったはずなのに、その心臓は未だに鼓動し温かさも増しているではありませんか。お人形さんはすぐに分かりました。
これは予言の通り、悪霊がいつか復活することを意味しているのです。さらに、お母さんがお人形さんに残した知恵は、この心臓を竜の子に移植し、彼を生まれ変わらせるという方法に可能性を見出しました。こうすることで、初めて悪霊の心臓は止まり、竜の子も悪霊の物語を継承できると思ったのです。アルベドが僕を生まれ変わらせてくれた時の話をしてるのかな。 Just realized. これが難題への答えならとっくに終わったことのはずだ。どうして今もなおドゥリンは徐々に忘れられていくんだろう。他の可能性はないのかい？ Still places we can check. We still got time. うん。僕ももう少し周りを見てみたい。Bro, the 前 heart へ of the evil 進まな dragon. ければ、竜の子は忘れ去られてしまいます。Well, we know what the answer is, so if we choose to destroy the heart, we would get the bad ending of this chapter, I assume. So let's... And I don't think there's anything else we can interact with. I mean, maybe there is. Maybe there's an option for running away. 塔に戻る。 I guess this could be also a bad ending. You seem like you're torn about something. 新しい世界に来て、新しい友達を作りたかっただけなのに、こんなに過酷な試練が待ち受けてるなんて、シムランカでの生活が懐かしくなる時があるよ。確かにそういう時間も悪くない。だけど僕なら懐かしくは思わないね。どうして？前へ進むために代償が必要になることもある。それでも僕なら前に進みたい。心配ない。どんな困難にも必ず答えはあるよ。I'm glad they thought of that. 帰ってみたりしたくなるんだ。 We do have the I was gonna say we do have the option to head to the castle, but 竜の子は外の世界の喧騒から離れて塔へと戻り、ほっと一息つきました。ここには何の危険もなく、やるべきこともありません。子供たちは母親が物語を話し終えると、夢の世界へ入っていくものです。こうして物語は結末を迎えました。竜の子は塔の中で深い眠りにつきま stop し the た。 keyframes are making him fidget. まるで一度も羽化したことのない。あれ、急に力が出なくなった。 We got into bad ending. どうしたんだジュリン、起きろ。 Yeah, we got a bad ending. ジュリンはみんなの記憶を取り戻すって約束したじゃないか。こんなの受け入れられるはずがないぞ。 Shut up, Alice. Let us rewind. I didn't even get an option. I just walked to the door and it teleported me. こういうこともある。だからしっかり物語の中を探検して可能性を見つけ出さないといけないの。 Well, at least this option didn't like cost us any ink. As you saw there, it costed 0 ink. We can't go here 進 yet. まなければ竜の子は忘れ去られてしまいます。 I don't think we can し trigger かし anything. 物語のない空白には進めません。 Okay, sorry, nothing else. Again, this will be a bad ending. I guess if you really wanted to know what happens, go Google. I don't know if I'll have enough ink for like what happens next, because I think we did consume a little bit of ink. We went on the thorny path. I'm not sure. Maybe we didn't. But you know, this is the right path. And as Wanderer just said, there's a cost to advancing, and sometimes it's greater than not advancing or going backwards. So let's talk to Albedo.
悪竜の心臓はこの間も鼓動し続け、竜の子の懐に入り込める日を待っていました。なんとしてもこのステップは完遂しないといけないみたいだね。これから何が起きようと、ドゥリンはきっと僕たち全員の助けが必要だ。みんな準備はいいかい？ We're ready. 粘土のお人形さんは悪竜の心臓を見つけました。悪竜はずいぶん前に息を引き取ったはずなのに、その心臓は未だに鼓動し、温かさも増しているではありませんか。お人形さんはすぐに分かりました。これは予言の通り、悪竜がいつか復活することを意味しているのです。さらにお母さんがお人形さんに残した知恵は、この心臓を竜の子に移植し、彼を生まれ変わらせるという方法に可能性を見出しました。こうすることで初めて悪竜の心臓は止まり、竜の子も悪竜の物語を継承できると思ったのです。やがて竜の子は悪竜の心臓を抱き、新たな命が誕生しました。悪竜の心臓は竜の子の胸の中で鼓動し、竜の子の魂がそれを導きます。予言はやはり現実になったのでした。しかしそれは運命が書き換えられ、竜の子が新しい人生を手に入れたということでもありました。やっとハッピーエンドにたどり着いたな。これで最後の一歩も完了だよな。やっと物語の完成だぞ。But then, why are we still here? ああ、生まれ変わった竜の子は再び旅に出ました。物語はまだまだ続く。まだ終わってないのか？ここからが本当に重要なところかもしれない。本当の意味での最後の一歩だよ。運命というものがそれほどまでの手だれなら見せてもらおうじゃないか。みんな真剣だな。They're smiling. I don't think he's serious. どうしたのデュリン？悪竜の心臓と竜の子は一体となりましたが、その中に秘められた暗黒の力が消えたわけではありません。彼は勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。なんだよそれ。もちろん抑え込むに決まってるだろ。残された時間はわずかでしょうか。If the answer is clear. やっとハッピーエンドにたどり着いたな。 Great Rate just got これで vaporized. 最後の一歩も完了だよな。 I'm checking if things are やっ okay. と物語の完成だぞ。ああ、 And bit rate's 生ま slowly れ going 変 back わ up. った竜の子は I think my internet just 再 cut び off for 旅 like に出ま a した。 split second. ここからが運命とみんなどうしたのデュリン？悪竜の心臓と竜の子は一体となりましたが、その中に秘められた暗黒の力が消えたわけではありません。彼は勇敢にも
この力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。 Once again, we know the answer. He's not gonna give in. なんだよそれ。もちろん抑え込むに決まってるだろ。残された時間はわずか。竜の子は勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。おい、どうしたんだよ。See? Nope. 勇敢にも We need to get more ink, don't we? We don't have ink. それとも立ち止まるでしょうか。竜の子とその仲間、真っ白の空白。なんだ。あ、インクが足りなくなったのか。インクを使い切ったら物語も書けなくなるのかい？とっくにそんな予感がしてたよ。みんなどうしたんだ。物語を書くためのインクが尽きた。この先にある章は真っ白の空白。Yeah. Like, giving in costs 0 ink, but not giving in needs 4 ink. But we only have 1 ink. しっかり物語の中を探検して可能性を見つけ出さ We have to. Does Durin need to give in so that we can fight the dragon? Like, fight the abyss so that the abyss stops being fucky wucky? Welkin しかし物語のない空白には進めません。 There's no marker here. But there's no, like, インクが -4. 切れちゃったな。なんでこんなことに。この力を抑え込むのでしょうか。それとも Do we have to give in then? 立ち止まるでしょうか。 Do we go back to the castle? Or do we like need to like let the timer run out? We can't go back to the castle. What happens if I let the timer run out then? 勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。 Just so I guess letting the timer run out just is the same as giving in? I don't get it. 竜の子が立ち止まると体内に暗黒の We 力 can が try 湧き giving 上がっ in. てきま That's した。 our last option. 抑え込まれることのなかった暗黒の力は I think we've seen this cutscene already. Yeah. 竜の子の物語は消えてしまいとこれが僕。こうして物語は終わりを。ジュリンがこれからどう。 I guess we give in then. There's no other option. そうね。こういうこともある。だからしっかり物語の中を探検して可能性を And again, I assume we give in to fight the abyss. Okay, who designed this part? I need to know. Who designed this part? どういうことだ。これで Yeah. アビスの力を I guess we're supposed to let that happen. ないのか。なんで物語が進まないんだ。アビスの力を抑え込むこともこの物語では一つの事件とみなされるんだ。つまり実現するにはインクを消耗して書かないといけない。じゃあどうすればいいんだ。オイラたちがもっと節約してればよかったのか。これっぽっちのインクでどうやっていいエンディングなんか書けばいいんだよ。 Possible, it's just not time for the story to end. それもそうか。これはもともとドゥリンの物語だ。
普通に生きている限り終わりを迎えることはない。そういう1対1の関係であれば、こんな推測が成り立つんじゃないかな。ドゥリンとは魔女 M が描いたキャラクターであり、ずっと魔女 M の物語の中に生きている。テイワットに来てからもおそらくこの点は変わっていない。ドラゴンスパインのドゥリンの代わりにドゥリンを復活させるという行為は、ドゥリンの物語をドラゴンスパインのドゥリンの運命に接続してその運命を書き換えることに他ならない。でも物語と運命には本質的な違いがある。テイワットではあらゆる生き物の運命はすでに紡がれていて、決まった軌道に沿って進んでいく。そう、バーベロスさんが教えてくれたことを覚えているかい？それならドゥリンの物語には The author to continue writing it. ドゥリンは徐々にこの世界とのつながりを失い忘れ去られていく。体内のアビスの力も暴走し始めた。それはこの物語を書いていた作者のインクがもうすぐなくなるから、これ以上は書き続けられないということなんじゃないかな。どうやらとても優秀な友人に出会ったようだ。そんなことはどうだっていい。助けたいのか、それとも邪魔をしたいのか。物語はここまで。もう限界だ。君たちはどうする？僕は Story ends now. Durin will just vanish. 最後は僕が決めないといけないんだね。まさか自分がまだお母さんの物語から離れられていなかったなんて思ってもみなかった。でもだったら行ってみたい。未完成の章、この物語の外にある空白へ。アリスの魔法が具体的にどんな仕組みなのかはオイラたちにもよくわからないけど、デュリンは物語の中の登場人物ってことだろ。勝手に物語の外に行くのは危険すぎないか？怖くないよ。miHoYo, we'll be with you all the way. この答えはドゥリン自身で検証しないといけないみたいだね。いいだろう。ドゥリンを阻むものが何であろうと、僕たちがぶっ壊してやればいい。What is the using festering desire, or is that his 5-star signature? 何かその胸の境界超えることはできません。I don't know if I need to hit it. I just hit it at once. 進み続けないと。この先に物語はありません。何も感じない。前を向いて。君の精神と知恵は純粋な魂から生まれたものだ。君は意識のない虚無の存在じゃない。力が出ない。だって君の骨と肉は僕によって作り上げられた。君は空想の存在じゃない。僕は本当に生きてるの？ああ、この先へ進むといい。君は僕と同じ完全な生命だ。何のつながりも感じられない。
君は一人じゃない。少なくとも僕は友達に数えていいだろう。何も思い出せない。僕は誰？君の名前はドゥリン。この名前を覚えている者はたくさんいる。僕の名前はドゥリン。行け、走れ。この世界の運命も誰のことも待ってくれやしない。Now we can jog. 待って、どこに行けばいい？僕は何をすればいいの？願いを叶えるんだよ、ドゥリン。僕の願い。It's probably like a hidden ending if we go back, but ドゥリン、君の物語はまだ終わってない。どうして私の提案に沈黙するの？物語を未完成の運命に接続し、本来の運命を書き換えることで物語を続けさせる。確かに天才的な考え方ね。でもこの物語が続いていけるかどうかは作者が筆を取り続けるかにかかってる。だが予言にあるあの時間はまだ数百年も先だ。なるほど。私の知識が未熟すぎるせいで錬金術という偉大な知恵に非現実的な期待を託しすぎたのかと思った。あるいは私が好天の星々の先まで見通せないから予言の裏に隠された秘密を正しく理解できてないのかなって。まさか一番の課題が私の時間だったとはね。何にせよ、これは面白い実験だ。学術的な観点から言えば君の提案を否定はできない。予言はいつか必ず実現する。星々と共に時間を超えてゆくものは必ずある。アリス、みんなにはもう助けられてばかりだけど、もう一つわがままを言っていい？もう一度君の魔法の力で少なくとも予言が実現する時まで彼の物語を続けてもらえないかな。寿命を延ばすってこと？いや、レインドットが教えてくれたよ。生死は多分この世で最も強固な法則だ。I mean, she did merge with the shade of life. この世界も全ては運命によって定められてる。その法則を無理に破ろうとすると人ではない道へと導かれてしまうかもしれない。そんなのは嫌。私はちゃんと人間の姿で最後を迎えたいの。それってつまりこの筆を未来に送ってくれない？なるほどね。確かに方法はないわけじゃない。物語の魔法ならあなたの代わりに書き続けてくれる。でもこの魔法を使うには十分な量の文字を学習させなきゃ。それってどれくらい？残りの全ての人生をかけて準備しなきゃいけないくらい膨大な量よ。それに魔法があっても一筋縄ではいかないかも。残せる文字は有限だけどこの世界はずっと変化し続けてる。いつかはあなたが残した文字を全て使ってもこの世界の全てを表現しきれないかもしれない。そうなると物語は中断されてしまう。試してみる価値はある。
I wonder if he started writing even when Durin was born, like in like chapter 1 or 2. あいや Maybe that's も why う何 she 年も経 was ったのに always writing. まだここ数年で災いの影響も薄れてきた。あなたは静かな晩年を過ごせたはずなのに。シムランカの世界を離れたら、あの子はもっと厄介な状況に直面することになる。物語を続けるためには素材がもっと必要なんだ From よ。 the sounds of it, Anya, which is only a さ human, ほ so ど重要じ her ゃな life いディテ is ール only at は most 130省 years. 略するしかない。どうしてあの子を物語の世界から外へ出してテイワットの運命にさらそうとするの？物語の中に残しておいてもいいんじゃない？それなら私の魔法で運命の呪いも解いてあげられるし、素敵なエンディングを迎えられるのに。そうだ Not in real ね。 life. 確かに童話の中では女神に願い事をすれば木も本物の男の子になるし、ずっと幸せに暮らしましたとさって終わらせられてしまう。童話ってそういうエンディングが多いけど、主人公はその後どんなことを経験したのかなって Anyone watch Freeman? 考えたことはない？それはアリス、君はどう思う？作家にとって一番の心残りとは何か？最後まで書ききれなかった物語を残してしまうこと？それも説得力のある答えだね。それを一番の心残りとみなす作家も多い。でも私は違う。私にとっての一番の心残りは、私が書いた物語に必ず終わりを用意してあげなきゃいけないことなんだ。あいや、どれほど魅力的なキャラクターも物語が終わりを迎えてしまった時、すべての可能性が奪われてしまう。物語は彼らにとって決して抜け出せない運命になってしまうんだ。でももし私が握っているペンを物語の中の人物に渡して彼自身に物語を書かせることができたら、それって君の言う通り、私が残せる文字は限られてる。この魔法じゃ予言が実現するまで物語を続けるだけでほぼ限界だろうね。でも君の魔法を借りて一部の完成済みの物語をインクに戻す方法を見つけたんだよ。インクはあの子が使える魔法の媒体。自分の思った通りに物語を書き続け Why る is the feather 力 like curved を up here? あの子に与えてあげればいいんだ。物語ってすごく不思議な存在だと思う。もしあの子がこの物語のすべてを経験し、その中で何度も自分の願いを残せたなら、たとえ私が途中で書くのをやめても、あの子は自分の力で物語を続けていける。そうすれば物語を創作する権限をあの子に移せる。物語の中のキャラクターがその物語を書く権利を。
本当の意味で私の筆から離れて物語の外にいる人たちと同じように自分自身の人生をかけるようになるんだ。それなら魔法の限界も考えなくていいってわけね。確かに天才的な答えよ。でもリスクも大きい。まず彼がテイワットに行ってからも世界とのつながりを保つためにはあなたが残した物語が必要になる。創作権限を徐々に移行する中で世界とのつながりはどんどん弱まっていく。もしかしたらどこかの時点で完全につながりを失ってしまうかも。 I just noticed the thing on her hat. It's 権 actually 限 a を彼に移してる pen, 間 oh, like a も cloak pen. 彼は自分自身でつながりを作れる。この方法はテイワットの秘密の根源に触れすぎているわ。あからさまなヒントはすぐに上書きされてしまうでしょうね。彼らを導いてあげられるヒントを残すのは難しいかも。でも私たちには物語があるでしょ。物語で導いてあげられる。けどもしかしたら手持ちのインクを使い果たして望み通りの章にはたどり着けないまま過去の物語でさまようことになるかもしれない。それでもそうだとしても私はあの子の可能性を信じたい。あの子が抱く未来への期待も叶えたい願いも自分自身のためのインクになる。今にもつきそうな私のインクに縛られるんじゃなくてさ。あいや、あなたは私が知る中で世界一想像力にあふれたロマンチックな作家ね。こんなにロマンチックな考えのためなら力を貸してあげる。ありがとう。私の大事なドゥリン。どうすればいいかはもうわかるね。そうだったんだ。僕はお母さんの筆を受け継いでこの物語を続けるんだね。どうしてためらうの？僕がこの筆を受け取ったらお母さんはどうなってしまうの？権限の移行が完了したら私は存在の拠り所を失う。少しずつ消えていくんじゃないかな。私はいや、君のお母さんは本当はずっと前に亡くなっているからね。私は魔法が生み出した意識でしかない。だからそんなに悲しまなくていいんだよ。分かってるよ。お母さんがもうとっくに亡くなってることくらい分かってる。でも早くにお母さんから離れた子供には悪い癖があるんだよ。いつもお母さんが残した絵本を手にしてまるでお母さんがまだそこにいるかのように振る舞うんだ。ドゥリン。でもこの世界に来てから仲間たちと一緒に大陸を渡り共に敵と戦った。ふと気づいたんだ。もうお母さんが物語を聞かせてくれるのを待ってるわけにはいかない。新しい使命ができたからこれが大人になるって感覚なのかな。たくさんの友達が僕を待ってる。お母さんの用意してくれた絵本を手放す時が来たんだ。お母さん、僕大人になるよ。うん。じゃあこれを持っていきなさい。もっと早く渡しておけばよかった。君はこの物語の誕生を見届け未来に願いを託し
祝福を送った。そして物語に君自身の選択を書き留めた。今からは君がこの筆の持ち主だよ。ではこの物語を続けるためのもう一つの力、この物語を見届ける者よ。新たなページをめくり、この物語に心象を足してくれる？ Do it. Turn the page so the next chapter can begin. Chapter 6. 暗黒の力が襲ってきました。さあ、どうする？残念ながら魔法使いの書いた物語はここでおしまい。でもドゥリンが書く物語はまだ始まったばかりだ。彼はお母さんの思い出に入り込み、その筆を受け継ぎました。そうして終わりかけた物語の新たな章が開かれたのです。彼は自分を阻む運命に立ち向かうことを決意しました。Now I guess we might have to fight the sibling Durin. これが最後の一歩のようだ。運命に正面から立ち向かえる戦いなんてめったに味わえないね。そのことはできない。いつかみんな災いをもたらす。定められた運命。そんな運命はもう存在しない。最後に残るのは僕の物語だ。You never got up. So as like a lot of games, there's always a trope of defying fate or defying gods. This is no different. I must admit, I was tearing up. I didn't cry, but I was I guess that's one of the reasons why I like Lunar content so much, about defying gods. He has some similar attack patterns to when we fought him in Splunka. Could be a new weekly boss. I'm not sure, given how easy we're beating him. But it could be if they just change some mechanics. Oh, it's all lit up. ありがとう、お母さん。ドゥリンは暗黒の力に勝ち、定められた運命を書き換えました。彼の物語はまだまだ続く。
Well, I started tearing up. Well, I started tearing up, but like didn't actually cry. Alice and M's voice did have like really good voice acting. They sounded like they were on, like they themselves are about to cry, and then you know, this the whole interaction. It's once you get to know the characters, you get more attached. I think the story would hit harder if I had lost my mom, and it subsequently would not subsequently, but like on the other hand, if you were like an orphan or something, you wouldn't feel the same impact. And also, as you can tell, Durin now has the unique skin. I don't remember his horns. What horns? Having these purple part, this crystal part. I remember it's more like scaly, and also definitely didn't have like this animation. Durin's core. I'm just gonna call it the core crystal. It's not animated. It's brighter. It used to be dull and had like a cross and a pin inside it. And these crystals were just like dark red. Now it's the same color as the main core crystal. I don't remember if the color was this color, but you know. Once again, I don't remember if I mentioned this, but just in case, you do get this skin for Durin regardless of if you have Durin himself, as long as you completed this quest. I don't know if you need to complete it during the event period, but you know, you get it. The outfit, it looks a lot more trade. 確かに前と少し違う気がする。みんなに改めてお礼を言わないと。みんなの助けがなかったらここまで来れなかったかもしれない。間接的にしか手伝えなかったのが心残りだな。運命とやらにビンタを食らわすチャンスだったのに、実に残念だ。うん。でも君もいつかきっと見つけられる。Yeah, but every wonder gets his next story quest. 何って、運命にビンタをお見舞いするチャンスのことだよ。そうかもね。ちょっと失礼。His like composition. うん。体内にあるアビスの力が安定状態に戻った。奇妙な症状も完全に消えたね。やったぜ。 We did it. ただこの最後のステップは何を意味していたんだろうね。錬金術以外にドゥリンの体に作用する規則があるなんて。終わりよければ全てよしじゃないのかい。無事に解決したことだし、僕はこれで失礼するよ。もう行くの？人間の習わしではこれからお祝いがあるはずだよ。Dude has a lot more personality now. そんな場面に僕は不釣り合いだ。困ったことがあったら僕のところに来ればいい。友達だと思うんならね。Some people never change. 確かに今はドゥリンをお祝いするべきだね。学術的な議論はふさわしくない。気にしないで。魔女のおばさんたちが何をしたのか詳しく話してあげたいところだけど、どこからどう話せばいいのか。大丈夫。また機会は来るよ。君の物語はまだまだ終わらないんだろ？はあ、うん。それじゃあ旅人パイモン、またね。今日はとても特別な体験ができた。記録を整理しておくよ。またな。いよいよお祝いだな。あれ？無事任務をクリアできたみたいね。おめでとう。約束通り本を返してね。クリアした瞬間に出てくるなんてな。まあもともとそう言ってたか。身だしなみを整えるのも Get the outfit. 人付き合いには欠かせないことなんでしょ。
return the book to Alice, and maybe we'll get a chance to go inside it, or maybe she'll just put it on the table. 執筆者さんに物語を見届けた旅人さん、久しぶりね。今そうやって聞くと、旅人に対して最初から特別な何かを用意してたように聞こえるぞ。もちろんよ。物語を続けるには物語を書いた人だけじゃなくて、物語を読んでくれる人も必要なの。それが揃ってこその魔法だもの。This ties back to the time when Zhang Li called us the observer of the world. Even, whatever happens to this world, to Teyvat, we will still remember it. And in the grand scheme of things, we will be the one to record its history and keep it going throughout the cosmos. Even, after everyone on Teyvat dies or whatever. And outside of the game, we can take this story with us. Until we die. 旅人は特殊でしょ。 Also, だ Venti's か in ら back. 見届けるものになってもらったの。こんな人ってそうそういないわ。私が自分で登場しちゃおうかなとまで考えたんだから。 Well, you're the only one who understood what was going on. まあ、面白い物語を楽しめたのは良かったんじゃない？なんで銀融野郎もここにいるんだ？魔女界がモンドでこんなに波乱に満ちた実験をしてるとなると、風神の僕も放っておけないからね。迷惑をかけてごめんなさい、バルバトス様。気にしなくていいのよ。風神様も楽しそうだし。さて、約束通り完成品を見せてもらっていいかしら。あ、どうぞ。最初からいろいろ計画はしてたけど、いざ始まると予想外なところもたくさんあった。まさかレインドットの代わりにその子供が錬金術の部分を完遂してくれるなんてね。アルベドちゃんが頼ってきてくれた時は驚いちゃった。 Use Chun to み refer ん to な the ここ elevator. にいたらいろいろお話できたんだけど。わしならいるけどね。返事をしなかったのはあの鈍色のやつだろ。バービー、ずいぶん前に連絡したのに遅かったじゃない。 She's here, but she's not here. ほら、もう少しこっちに来て顔を見せてみな。おばさん。うん。やはりこの子の運命は星々の中に映し出されていない。アンヤはとんでもないことを成し遂げたね。それってどういう意味？お前はとても幸運だということさ。それって。 So, what does it mean? The teacup falls silent. Perhaps the mage's thought have already drifted elsewhere. Who we know? That means Durin's fate is not written in the stars. That means he's free to, do whatever he wants. He's not constrained by fate. 物語の中でもこういうくだりがあったよな。ドゥリンちゃん、この後何か計画はあるのかしら？この物語の続きが楽しみよ。たくさんあって、どこから話せばいいかわからないよ。それなら最近のあの心残りから解決するのはどうかな。 What's his most recent regret? I don't remember. 銀融野郎、デュリンに何をさせに行ったんだ？ずっと前に叶えるべきだった願いを実現してもらいに行っただけだよ。最後にもう一度感謝するよ、アリス。残りの時間はあとどれくらい？これが最後の時間だと思う。友人と別れを言えてちょうどよかった。自分の友達ともう一度永遠の別れを告げるみたいで。 Don't make me start crying again. どう返したらいいかわからないよ。私が残した文字の中では、君はいつも楽しそうな姿をしてるのに、愉快な魔法使いなんて肩書きまで用意してあげたんだよ。そんなこと言われても
あなたの物語が私をこんなに悲しくさせたんでしょう。私に別れを言う以外にあの子に何かメッセージを残しておかなくていいの？この本は最終的にあの子に渡して続きを書かせるんでしょ？それならこの本にメッセージを残しておくのはどう？私がわざわざ筆を取るまでもないよ。あの子の母親がとっくにメッセージを残していたからね。代わりに伝えておくよ。ドゥリン、これは私からの最後の言葉。物語のキャラクターはみんな私の子供のようなものだった。だからその子たち全員に母の愛を与えようとしたの。君はその中で最も特別な存在。この世界の運命に挑み、私の物語に最も完璧な脚注を残してくれるのは君だけだから。私の筆から離れ、私がたどり着けない未来に迎えるのも君だけ。それでも飛んでいきなさい、我が子よ。海へ流れる川のように、太陽を追いかける風のように、未知の地で冒険の道を切り開きなさい。宝石のように美しい大きな竜に出会ったら大胆に誘って踊ろう。君はもう一人じゃない。君の誕生はこの世界に認められたんだから。ためらう必要なんてない。叶えたい願いがたくさんあるんでしょ。長い長い旅路を歩むことになるよ。歌声も草花もみんな君のインクとなる。どうか私の筆を受け継いでこの物語を書き続けて。And I'm this close to crying 3 times in a row. Oh. Oh. So the end. Oh my god! Don't cry, please. So the his most recent regret was that he wasn't able to meet another Mondstadt dragon when he was in Stormterror's lair, and now he gets to not have that regret. I don't know where Venti went. Oh, he's here. If you saw earlier in the live 2D cutscene, then I don't know if it's like the Mage M herself or like it's the Echo. But when she was about to disappear, she turned. There were cracks. I thought they were just cracks. I was thinking, are those like pages gonna come off of her? And they were pages. And yeah, let's talk to Alex. さっき渡したのはあの魔法の本の複製版よ。物語を見届けたものとして記念に持っておいてちょうだい。もちろんこのレプリカに魔法は宿ってないわ。でもハイライトは漏れなく収めてあるから。 So we may be able to view what happens in the chapter and also what ends, or like what happens after the chapter. Let's talk to Venti. ドゥリンとトワリンがモンドの空に同時に現れた。まさかこんな文章を素敵な物語として受け取れる日が来るなんてね。I guess he's like citing some like book about Durin and Valen. Maybe. Not that's that. Let's go claim the rewards for completing Durin's story quest, which takes 5 calendar days, or real life days. You get these rewards in time. There is still just under 2 days left for you to claim these rewards. You get 60 Fever Gems, 9 of these Pyro Crystals, 6 of these boss drops for the Frostland Flowers, and a bunch of the Fatui Warrants.
There we go. I think we should have a good location to take a look at this book. What better location than another witch's domain? Assuming we can open the inventory here. The items, it should be purple, yep. Tale of Durin. The magic book left by M must ultimately be handed over to Durin, allowing him to continue writing the story. Alice created a replica of it and gifted it to you. After all, as a witness to this tale, you deserve a keepsake. Of course, this replica lacks any magical properties, but it for sure preserves all the twists and turns. 昔々、人間の世界にやってきて、 I think we can skip these. 勇敢に抗い、 So that's the last one. 昔々、 Let's as much as I can. See what we can 物語は access. 魔法で竜の塔、そこで森、孵化を待つ魔法使いは竜の塔。 Oh, it's just the story part. Okay, never mind then. I was hoping we would be able to see what happens. Like maybe we would have enough ink for like the four. I think we wouldn't have enough ink, even if we didn't grab the other companions and we didn't go on the story path, because we only have one ink left. The only side tracks we went on was grabbing companions and the story path. So I forgot to read this. The description of this. Moon Prayer Candy from Columbina. Moon Prayer Candy made by Columbina for everyone to enjoy. Inspired by her boundless imagination, this candy holds a wide variety of surprising flavors. Perhaps drawn from the taste she remembers most fondly. Yep, I think that's all. Which one can you move here? Anyway, let's start this season of Imaginarium Theater, which I've held off for 11 days. Pyro Hydroelectric characters. Change our supporting cast. Pretty good. So now that we have a bit of time, I want to talk about what happened last stream. So last stream, I'm gonna use the games for these, except for Yanfei. My Yanfei is probably better. We can have these characters. Blessing level buff and create effects. What does blessing level buff mean? I'm only gonna bring Venti because of Hexarray. Yeah, I'm gonna bring Venti. Shogun, U3, Mona before Hexarray, Yelan for follow up. Biomia. Visual is good. Bennett, Xiangling, Jinqiu, Ressa. You can make overload so the cherry goes. I might need Aino for this boss. I want to drop a Hydro or Pyro character. Let's drop Yoimiya. Should we? Should we drop Yoimiya? Who do we drop? Crap. You know what? It's fine. Let's just do this. I'll try to, like, say what I need to if I can. So last stream, the reason why I couldn't, like, YouTube didn't work initially is because I only had the detection for YouTube. So, like, I only had half of the chat interaction. I only had the detection. I didn't tell Warudo what happens after it detects a message. So, you know, I thought it was working, but it actually wasn't. And then for Twitch, it's because I restarted Warudo before streaming. That's because
it has problems connecting to my camera. We don't have enough extra, so let's go with the movie first. So it was actually disconnected, so I couldn't, I didn't have the Twitch chat notifications working properly. So then above, drinking vape, Lisa's Trial Shock, deal 100 damage. Vape, unleash power explosion. I'm gonna go with this one because it has a shorter cooldown. And that's all we can get. We can either go for 80 seconds, Ring Greater and a fourth card, or 80 seconds these guys. I'm gonna go for these guys because these Inazuma introduced Ruin enemies are horrible to fight against. Yeah, that was actually faster than I thought to deal with. Then again, I was also applying cream to myself. Not that kind of cream. Okay, who's our worst characters here? Probably Yanfei is the worst DPS we have. She can be a DPS, but she's not C6. So, who are we gonna bring? Crap. We could bring Yansan. Yansan is good, especially for Mount Weekend for us. The problem is I don't really know how to use him or her. So Yansan it is. Oh yeah, maybe that'll do some damage. It does do some damage. There we go. I suppose Yanfei wasn't the best option either because she has increased stamina consumption from her skill. Let's go with Cherryus. I guess we don't have enough characters for Hexarray. Let's get a buff for Electro Charged. When the buff is active, creates a core that follows the character, firing 3 bullets. Once every 2 seconds. Create a Thundercloud, randomly uses 1 of 2 attacks. Extra damage within an AoE, and gains 2 energy. Can heal the character for 5 health. So more damage or more utility? I think we need more damage just in case, like the later parts. We don't have enough for anything else, so let's just do a fight. Hydro advantage, so these two again. I guess we can just use the same team comp. There we go. Very cool, they went out of range just when I was using my ability. My ult. These guys are bigger pain in the ass than we're
see if I can use my ults when they're not underground. Because I think that took away a bunch of our damage, and I think we would have been close. Try again. It fucking did it again. Hi, Sadbot. I don't recall seeing you, but hi. Because are you supposed to get the the tag that says you're new chatter, like the first time chatter? I'll read your message in a bit. I heard it. I'm in the middle of combat right now, as you can tell. Really sorry about that. We can probably do this. We can probably do this. Get that close. Nope. We're close, but not quite. Okay. Hi, you're new here. We met last summer. I'm so sorry, I don't remember you. Last summer. Which hemisphere? Because I was in the southern hemisphere until like two months ago. I think we have Venti, so let's go for Hexer, right? Hold on, that's okay. I'm so sorry. Let's say companion. I don't think we have enough characters. The Farina, I forget that. August 2025. So yeah, I was in the southern hemisphere at that time. Let's get a buff. Nope, let's not get the evolution yet. Atomic Showdown. Single enemy. Never look at what bosses there are. Anyway, I hope you have been well, Sadbot, even though you're called Sadbot. Let's see. You need Hydro, yes. So, we can't use Neuvillette here unless we really have to. I mean, I'm seeing a team comp here. Yeah, that should be good. Right, that like that. Okay. The Chlorine is going to be our DPS. Mavwika is going to be our off-field pyro damage. Fischl for off-field electro damage, and then Chevreuse is going to be for healing and also the overload buff. Okay. This again, we need to save Farina and Neuvillette for the other two bosses. Crap! That works. Really not used to using Chlorine because you have to cycle between like normal attacks and skills. We don't have Venti yet. Let's get Yoimiya just in case we need a pyro DPS.
let's get a companion. Hexerite. Okay, get another companion for 100, but I think 100 is really a bit much. So let's do these. It's not great on either sides. 35%, 35%. Rapid movement has advantage. Who has rapid movement? 1, 2. I guess one that does count. Paralectro advantage. Oh god, I don't like this. Is there Hydro guy? There is a Hydro guy, so they can get healed. These guys go underground, but I don't know if we can stall them. The Crassus Mage is annoying herself. She's not strong, she has a shield, but she has those summons. Hydro Gunner can heal the enemies, and then the Cryo Gunner just sprays and prays. So I don't like this. I don't like either side. Let's just do this one. And also, sad bot. I now have I don't know if you're still here. I think you're still here. I have hand tracking now. Okay, we check right here. Yeah, there's your absolute cinema right here. Like I can do some stuff. I can do a little bit of stuff, but not much. Okay. Ow. Yeah, I'm looking. Just slaps me with a fucking fish. I don't know what the second thing you slapped me with, but I saw the fish on the first than I'm looking. Anyway, we're gonna choose. For this one we can we have a few DPSs to choose. I think we're gonna do the same team comp. Because if we use Yoimiya, then either Chlorind or Mafik is gonna go off field. And we can't form resonance in that way. We can form resonance, but it's not gonna be as beneficial. Get it? Official? We're gonna cut it close, I think. I think we can kill this guy never moved. Yep. 46%! Oh.
Man, I did not like that, Venti. Oh. Ooh. 80 for companion. I don't will be fine. Yeah, I really did. Let's get another companion. Ikea. Probably should have gone for Bennett, but whatever. We have... we don't have Ino. We don't have Ino or Flynn's for this. Oh, man, I keep forgetting to borrow characters from other people. Crap. I just remembered, and we were like halfway through. 7 enemies for the time limit, or 24 for the time limit. I think we would do this one instead because we can have Vape using Arlecchino or Gomia. If we borrow the character, we would probably borrow Flynn's. Let me think. Yeah, probably Flynn's because we would have another electric character because we had 7 Pyro and no, never mind. We could have also borrowed a Ino or a Nifa. Right. These guys can't be crowd controlled. Yeah, we probably should not have picked this one. I mean, Nido. The other one wasn't that good either. Aquino. Venti for Swirl. I guess we have Yoimiya for if we can't proc. We can't proc the Aquino stacks for Bond of Life. And then we'll bring Mona for Hexarray. She is a stat stick. I don't think we can use her EM buff. You know what? Hold on. I'm gonna restart. I'm gonna use Arlecchino's skill and Yoimiya's ult, and then I'll use Venti. Oh, is that not a good idea because I don't have Swirl bonus for this cycle? Use skill to avoid that AoE damage from the frog. I think it's the frog. We need to kill this guy and we're good. There we go. And that kind of worked out. Bennett. We need Bennett. We need more supports. We can buff Overload. We don't need Overload because we need Hydro. Do we have enough Hydro characters? Do we need Yelan? Actually, no, we don't need Sinchu. These two. Venti. Mona. Yeah, we're good. We don't need more Hydro characters. We could get this buff. But, yeah, I think we should save up a bit.
Alright, these two. And then Venti, Mona. We're gonna skill and ult. Venti DB proc. Mona ult. And skill. Then we switch back to Frida again. With the ult and skill. Let's. This should be the last. He should be dead soon. There we go. 8 seconds to spare. Let's get ready to show them. We need some lecture. Okay, we can either choose an evolution. Well, we don't need to choose an evolution. Battle, heal. Crap. We don't have Varesa. We don't have Free, so we can't do this side. Can we? Yeah, no, we can't. So we can only do this side. Let's see. How many do we left? We have left. Next is going to be the boss, so we can expend some characters. We can also use Rin Shogun if we want to. Alright. That should be good. So Aikido for DPS, Yelan for normal attack follow-up. I'll be right back. Hold on. We're back. Rin Shogun for electro follow-up, and then Bennett for buffing and healing. Because I recall this guy hits hard. That was easy. We don't need either of these two, so... we can buff Overload, but we're not going to use Overload. What characters do we have? Then these two. Australian Shogun. Need Bennett for a healing? Yeah, okay. Let's get a cash. I got two characters we're going to cast. Ooh, Clarin. Mawika. We don't need them though. Vape buff? I think we need Electro Charge buff. I guess we just refresh, see what we get. Yeah, Electro Charge buff.
Yeah, this also buffs the other blessings as well. And buff it again. One more core, so that's more damage, or AoE damage. AoE would be good because if it spawns with little ducks, then that would be good. But this could also be good as well. Get this one just in case it like it misses, because the boss does move around a lot. You don't need companions. He's getting an evolution. Yeah, that's all. So let's do it. I already know the strat. Give me these three plus bandit. Maybe the DPS, Farina for more damage off field. Extra follow up, and then healing plus maybe some like random vape reactions or overload. Probably should have gotten the overload buff then. Does he take damage? Okay, we have to take out the small guys first. Okay, so it's slightly different compared to how he is in the base game. In the base game, he takes like you have to like take like a minute or two for him to do that ability. We were so close. We were so close. Let's restart. I think we can do it. If I didn't mess up the rotations, maybe if I got like an extra crit somewhere. Yeah. There we go. We were 21 seconds faster this time. So I did get hit, so that did take some time off, but what matters was the crit, me not doing the wrong rotation, so I think I'm just missing like 1 star this season. We're gonna skip. Yeah, missed that star.
Dang. Oh god. Where do you look at the rewards? Right. I think it's here. I mentioned this, but Klee and Elevator were added to the Imaginarium Theater around, like, either like one update before Hexarray, or like during the Hexarray update. So they're here. I have 3 keys. I could unlock someone's Invisible Echoes. I mean, there's a lot of characters that I have, a lot of ones that I use. So, you know, in due time. I've only done these 2 at the moment. Like, I haven't done more Invisible Echoes in a long time. But I need to invest more anyway, so that's gonna take some time. I think there were other rewards out here. Yep. It's a bunch of primos. That's like 3 or 4 pulls. Some medals for if you want to do emotes. Talent books for Nod-Krai. And these essence, some aura. And for the stars, yeah, even if I had all stars, I wouldn't be able to get this. But you know, it's still better than nothing. Transient resin. I probably need to use it today. Let's go buy some more emotes. I think we gotta talk to Luffy. Man, we probably would never like run out of emotes. I guess they just add new ones every season. I probably should have saved more, but whatever. We'll get more in the future. And with that, that's all we have in this version. Next version comes in, you know, right around the corner. Speak of the next new version, if you haven't finished your Battle Pass yet, go finish it. There's still 11 hours left. But yeah, as always, be good, be well, be happy, be nice, be good. Until next time, enjoy the next 24 hours. I'm gonna play Delta Force